こんにちは、せんかです。今日はドイツの歴史に少し触れたいと思います。第二次世界大戦後、ドイツは西と東に分裂されました。そのため、ここベルリンにも街を2つに分ける大きな壁が作られました。1989年にこの壁は崩壊されて、ドイツは統一国家になります。そして今日はちょうどその統一記念日から30周年になるので、ベルリンの壁をご紹介したいと思います。それでは一緒に行ってみましょう。こちらはイーストサイドギャラリーというベルリンの当時の壁がそのまま残されている場所になるんですが、この裏側がアートギャラリーになっていて、 1.3 キロほどいろんなアーティストの絵が並んでいるそうなので、私も見に行ってみたいと思います。こんな感じで壁ぎっしりいろんな絵が描かれてます。思ったより壁がそんなに高くないなって思いました。私の身長の2倍ぐらいですかね、多分。すごいカラフルで見た目もすごい綺麗です。こちらの後ろに見えているアートは、当時の東ドイツの首相とソビエト連邦の最高指導者が挨拶のキスを交わした時の絵が描かれています。こちらはチェックポイントチャーリーです。西ベルリンと東ベルリンの国境上に置かれていた国境検問所の一つになります。人々はここを通って西と東の行き来をしていたそうです。こちらは1989年に実際に行われたドイツ統一の記者会見の様子をミニチュア人形にしたものだそうです。ブランデンブルク門の隣を囲む道路の上には線が見えると思うんですけれども、もともとベルリンの壁があった場所が今でも分かるように印をされているものになります。今から私は西ベルリンから東ベルリンを歩いて渡りたいと思います。こちらがこの壁があった場所になります。今から西から東へ渡ります。渡ってきました。今日はこのブランデンブルクゲートにプロジェクションマッピングでお祝いがされているそうなので、私も見に来てみました。どうぞ。今回はベルリンの壁とドイツ統一記念日のイベントをご紹介しました。また動画の感想などコメントもお待ちしております。それではまた来週。